はい、皆さんこんばんは。ギリギリ1分遅刻ということで、こんな感じでね、iPhone 発売まで、できる日は毎日生放送したいと思ってるんで、ぜひ遊びに来てください。さあ、コメントいけてるかこれ。よし。ということで、皆さんこんばんは。今日ね、これ今俯瞰撮影のカメラなんだけど、一日中電源つけっぱだった、多分。よし。ということでやっていきましょう。でね、そう、昨日の夜買った製品が届きました。じゃじゃーん。まだ開けてないんだけど。Y さん、あさん、ゴーさん、ケイさん、マーサさん、こんばんは。音声大丈夫ですか？OK だね。YU さん、こんばんは。いや、ギリギリ間に合わなかった。ちょっと今日は1時間ぐらいでやろうと思ってます。で、ちょっと風呂入ってる間に、久しぶりに縦型配信で TikTok とかインスタも同時にやるのありだなと思ったんだけど、時間が なさすぎてやめました。ちょっと明日は縦型にしてみようかなっていう感じ。あと縦型でさ、こう質問受けて、それをショート動画にしていこうかなっていう感じで思ってます。今日はテスト配信みたいな感じですね。で、画面今日はコメントをこんな感じでやる感じです。明日も配信あるんだ。明日もやりたいね、できれば。で、そう。1000人行きました、今日。ありがとうございます。グレープルーツさん、こんばんは。動画ありがとうございます。そう、eSIM の動画を今出しました。さっき撮って編集して。そっか、さっき動画撮ったから、その時のやつだ。1日つけっぱなしじゃなかったの？じゃあ。ライツさん、こんばんは。プーさん、こんばんは。マサノムさん、N さん、パツさん、こんばんは。さあ、今日は何をしていこうかな。まず1個目のお題っていうか、ちょっと1個ね、Apple のニュースルームを見てて気づいたポイントなんだけど、まずね、今回の iPhone17 Pro、なんだっけ、そう、プロレズローっていうのに対応したじゃん。っていうか、カメラがアップデートされたんだけど、それに伴ってファイナルカットカメラ 2.0 も出てんのね。で、今回のファイナルカットプロカメラじゃなくて、あれどこだ？ちょっと待ってね。これ。Apple Log 2に対応しって書いてあるんだけど、Apple Log 2に対応することによって iPhone 17 Pro でプロレスまたは HEVC でより広い色域で録画できるようになりました。だからやっぱりこう白飛びとか黒つぶれっていうのがちょっと抑えられるようになるのかもね。これちょっと楽しみだな。 iPad より Mac のファイナルカットで Log2 ラットを適用。で、17 Pro で 200mm 望遠カメラ。今月後半だって。iPhone16、17と一緒にリリースなんかね。これ楽しみ。ブラックマジックカメラはさ、最近アップデートされて、なんか使用感めっちゃ変わった。日本。ちょっとニュースルームとかも今日見てもいいかもね。やーちゃん、シャコさん、TK さんこんばんは。iOS26 がリリースされたら動画出してください。もう初期設定動画を撮ってあるんで、今編集中。リリースされたら、その時に動画出します。昨日ソフトバンクの店舗受け取りで予約したんですけど、当日来ますかね？昨日ソフトバンクの、ソフトバンクはね、わかんない。三大キャリアはもうランダム、本当に。ランダムっていうか店舗によります。昨夜お疲れ様でした。ありがとう。とりとりさんこんばんは。かーくんこんばんは。っていうかさ、これ通知来た？配信。これもしかして通知出てない？なんかさ、最近動画出しすぎて、YouTube って1日3本、3回までしか通知出ないんだけど、3本出したような気がするから24時間以内で。通知出てないかも。通知来たんだ。なるほど。ライブは別なんかな。発売日まで毎日配信して。いやー、できればやりたいとは思ってるけど、
まあちょっと時間が許せばって感じ。あ、来ました。本当に。なるほど。エアが気になっていろんな YouTube 見てると賛否いろいろですね。早く実機みたいな。なんか実機の先行レビューみたいなやつあんじゃん、イベント行った人の。あれ見るとめっちゃ高級感あったけどね。うん。てか今思い出したけど、ヒカキンさん、今回はどこに水没させるかな？海かな？海行っちゃうかな、そろそろ。海は壊れそうだけどね。エアーってカメラ2個ついてる iPhone より画質を撮ったりするんですかね？いや、まあ同じだとは思うよ。多分。ただ 16E でさ、センサーが小さくなってたじゃん？ iPhone16 と比べて。まあそれになる可能性はあるかも。よく考えたら。エアーのモノラルスピーカーどうなのかな？これはね、先行レビューの人の動画見たけど、結構シャカシャカらしいよ。だからあんまり期待できない。うん。海は塩でやられそう。結局 C1 チップ入ってるのって iPhone Air だけですか？そう、C1X は iPhone Air だけ。他はクアルコムチップ。まあだからさ、iPhone Air だけ、あれ？ C1X って、5G のモデムはなんだ？ C1？ なんか今回 Wi-Fi と Bluetooth だけじゃなかったこの C1 って。C1X か。ちょっと見てみよう。なんか仕様が最近ややこしすぎて。確かそうだったんだよね。アングさん、Thank you。まあね、C1X モデム。あ、でもモデムだから、まあやっぱそうなのかな。ちょっと待って。どこに書いてあるんだ？詳しく見る。あ、これだ。N1 チップ。あ、N1 チップが Wi-Fi 7、Bluetooth スレッド。で、C1X が 5G とかだ。そうだそうだ。C1 チップはさ、Wi-Fi とかも対応してたじゃん、確か前回。あれ違うのかな？ Wi-Fi とかは違うチップだったのかな？ちょっとその辺曖昧よね。わかる人いる？ロマンでエアーに惹かれてる。いや、エアーは、今はちょっと割とボロクソ言われてるけど、なんだかんだ発売して触ってみたら、意外といいんじゃないってなるような気がするけどね。iPhone16E とちょっと似たような流れを感じる。ESR はクラシックシリーズ。隠れスタンドとかで調べても出るかも。エアーはポチったよ。エアーとプロポチった。エアーポッド、こんばんは。AirPods Pro 3も気になるけど、坊主のヘッドホン気になってほしいけど高いんだよな。いやーもう、マイク性能とか考えたら AirPods 一択だよな、今。それについても動画出してるけど、ショート動画で。みんなショート動画って見てる？そういえば。iPhone 注文後ご注文ありがとうメール。あ、今日の朝来たよ。今そのアルミカメラ保護ってどうなんですか？それさ、気になってちょっと注文するか迷ったんだよね。あ、1万円の紐ね、ちょっと今日出そうと思ったんだけど、まだ開けられてない。磁石入ってるって聞いた。ちょっとまだわかんない。JE テクのケース届きました。ちょっと開封しようかな。300人超えたら、ちょっとケースを開封します。これね。4つ来ましたよ。ちゃんと17プロ買ったよね。そういえば。プロマックスとかじゃないよね。ダークブルー、オレンジ、ダークブルー。多分大丈夫なはず。これが一番デザインとかいいんじゃないかっていう感じだね。1200円ぐらいだったかな。めっちゃ安いし。店舗受け取りの入荷連絡は、店舗受け取りは別に入荷連絡とかない。あ、キャリアってこと？キャリアはね、わかんない。ランダム。1ヶ月後の可能性もあるし、当日の可能性もある。17プロ買いました。ナイス。AirPods 3、あと6日も待てない。AirPods Pro 3。いやー、楽しみだよね、AirPods も。eSIM って面倒です。eSIM に関してはね、今ちょうど動画出した。10分前に。eSIM 簡単よ。キャリアによるけどね。格安 SIM だと、人によっては面倒かもしれない。いつぴーさんこんばんは。しずさんこんばんは。iPhone17 発売予約店舗でも始まって早速契約取ってきました。あー、なるほど。キャリア店員ってこと？ナイス。そう、
キャリア店員とかってさ、あれって1件契約取ったらインセンティブとかあんのかな？気になります。どこまで、どこも簡単よ。今日出した、ちょっと待って。基本的には今日出した動画見てほしいんだけど、iPhone ってさ、データ移行するときは、これが古い iPhone だとして、こっちが新しい iPhone だとするんでしょ？で、古い iPhone を横に置いて、新しい iPhone をセットアップします。セットアップしてる間に、前の iPhone からデータを移行っていう画面が出てくるのね。そこを押して、で、データ転送、中のデータを全部こっちに移す作業が始まるんだけど、それが終わったら、eSIM にしますかみたいな。SIM を転送しますかみたいな感じで出るんで、それで転送っていうのを押してあげて、こっちで Face ID 認証してあげれば、もうこっちに eSIM としていきます。で、こっちの物理 SIM は使えなくなるっていう。そういう感じ。詳細は動画を見てください。さっき出しました。20万人いってる。そう、20万人頑張っていきました。最近動画めっちゃ出してる。最近の動画の本数やばいよ。発表日じゃない、発表日に8本出して、昨日4本、今日何本 ?8、4、3とかだった気がする。部屋は今回限りで、来年はその枠に折りたたみきますかね？いや、その可能性あるよね。ただ、買うかって言われたらちょっとわからんな。なんだかんだ折りたたみいいんだけど高いよね。そう、eSIM 簡単。フィルム迷ってます。ケースとフィルム。300人いたし、ちょっとケース開封するか。20万人ありがとう。16 Pro Max、シルバー店舗完了。ナイス。16 Pro Max、17 Pro Max すごいね。ポテンさんこんばんは。そうかもね。17のケース、フィルムは、16 Pro のフィルムは17に使えるよ。デモキーいじります。確かに。17 Pro と Air どっちもいい？いや、確実にプロでしょ。YouTube で俺、YouTube の映像基本的に iPhone で撮ってるから、それはさすがに17 Pro。しかもログ撮影普段してるし。17無印か16 Pro。いや、望遠使うんだったら16 Pro。使わないんだったら17。よし。ちょっと、あれだな。チャンネル登録限定にした方が良かったかな。コメント。読み切れない。カメラ保護つけますか？カメラ保護はね、ちょっと気になって、今回は、俯瞰カメラ。今まではさ、カメラが出てる部分ってここだけだったじゃん。レンズの部分だけだったから別にいらないなって思ってたんだけど、今回、ガラ空きになってんじゃん。で、ここアルミになってて、例えばさ、石があったとして、ここにゴツンって当たった場合、ここのアルミへこまないのかなっていう。それ気になるよね。だから今回はカメラ保護ケースつけるのありかなって思ってる。ここも守れるやつ。単体じゃなくてさ、こっちまで全部覆うやつね。それもいいかなって思ってる。と、あとはレビューしたい、普通に。全部見てます。いいね。嬉しい。今使ってるのが14プラスなんですけど、無印の17に変えるのはありですか？ありです。物理 SIM iPhone から eSIM iPhone へ転送できるんですね。できる。ただね、格安 SIM、例えば IIJMIO とか、そういうのはネット上からやらないといけなかったりするかも。ただ俺 SIM そんな持ってなくてさ、ポボと楽天しかないから。うちは目標とか基本的にないので、一応長期的に見てセンサー性が上がるわ。なるほどね。店舗によっても違うのかもね。トーラスのガラスフィルム届きました。いいね。4000円のやつもしや。1枚入りの。そう。ちょっとみんなに見せたいのがある。ちょっと待ってね。よいしょ。こちら。じゃじゃーん。ちょっと待って。よし。全部フィルム。よし。
並べるか。スリープしちゃった。配信できてるこれ。止まってない？大丈夫か。じゃーん。また iPhone アクセサリーが増えました。これ前回もね、ほら、やばくないこれ。全部違う種類、確か。これも案件でレビューするんだけど、ベルモンドはね、いいんだよ、普通に。これが覗き見防止アンチグレア。手書きで書いてくれてる。覗き見防止。これエアーだね。アンチグレア、ブルーライト、アンチグレア、ブルーライト、クリアタイプ、AR タイプ。この AR タイプっていうのがすごいらしい。で、17プロクリア、17プロ AR と。この AR のフィルムがね、反射防止で、アンチグレアフィルムみたいにもじゃもじゃしない。そういうフィルムらしいんだよね。で、これが ES、なんだっけ、トーラスだと4000円で売ってるってやつ。これちょっと、モンスターフィルムは今いくらかわかんない。で、ベルモンドコスパいいからね、多分、2000、2枚入り3000円とか、どうなんだろう。ちょっとわかんないけど。提供品は全部使ってるんですか？全部使ってるっていうか、レビューしてさ、一瞬で張り替えちゃうから、これ。使ってるっちゃ使ってるね。今回のプラモデルは魅力を感じないなと思ってしまった。なんかね、カメラマン向きになっちゃったよね。別路線に行っちゃった。一般ユーザーからしたら。でも、そうしないとさ、もう、無印で十分じゃん。基本。だから、そうせざるを得なかったっていうのもあると思うけど。このベルモンドは多分発売日以降になるんで、レビューは。お楽しみに。なんかもう一個あんだ。これ何？引くだけ貼れる。のんのさんありがとう。これエアーのクリアタイプ。これだけなんか箱が違う。やばい。アクセサリーボックスが入りきらない。リマソのガラスフィルムのローラーコロコロ。何それ？よし。フィルムはちょっと開けないで、ちょっとケースをね、開けたい。そう、ガチプロになったね。ESR の iPhone ケース、ぜひぜひ。今回のデザインがどうだろうっていう。カッターどこやったかな。ちょっと待ってて。カッター持ってくるわ。個人的に今回ね、一番これがコスパいいんじゃないかっていうケース買ったから、これ開封する。よいしょ。さあ。開封。なんだかんだでプロが一番。それはある。でも今年もやっぱプロが売れてたね。あれ？これだけテープが違う。ほら。黄色い。OK。生開封。さあ、これはオレンジ、ダークブルー。どっちかがシリコンで、どっちかが TPU。カメラレンズ全面保護。わかんない。もう全部開けよう。そう。ショート動画で開けようと思ったけど、ショート動画では普通に紹介だけでいいかな。なんか入ってる。紙か。まず一つ目が、こちら。なるほどね。これが TPU のケースだ。ちょっと。こうね。TPU、なるほどね。ちょっと安っちいな。思った感じの質感じゃないかも。あれに近い。無印に売ってた TPU ケース。で、こっちがなんだろう。カメラバンプも覆ってる？いや、これはね、全部覆ってるやつ。これも一緒だ、TPU。ダークブルーもちょっと思った色じゃないかもな。
なんかコンって感じ。 iPhone15 Pro Max にカバーつけてるんですけど全然撮れない。カメラカバー、あれ割らないように注意だよ。なんかそれで割ってる人いた。あ、こっちはなかなかいいな。 TPU は微妙。マグセーフの部分出っ張ってる。よし、これ箱は1個以外捨てよう。よし、ということで出揃いました。こっちがまずこれが全面 TPU のケース。でこっちはね側面TPU で裏面がポリカーボネートかな、ハイブリッドケースです。こっちはちょっとかっこいい。じゃあモックにつけてみよう。モックどこやったかな。白はない感じ。白はなかった。ブラック。ブラックはちょっとあれかなと思って。じゃあまずは白にオレンジの TPU からいこう。お、めっちゃぴったりじゃん。はい。カメラ部分。やっぱ全面を覆ってるやつの方がいいかもな。で、カメラコントロールは保護されてない。1200円だからね、これ。ボタン類は普通に押せる。穴類も問題ない感じかな。マイクもしっかり出てる。で、フラッシュ。ストラップホールあり。いいね。ただ、ちょっと安っちいね。安っちい感じはある。白にオレンジもなかなかいいか。でも、やっぱオレンジにオレンジつけた方がいいな。やっぱこういう全体を覆ってるケースでもさ、ちょっと周りが見えるから、色を合わせた方がいいかも。今日は疲れるお客様ばっかり。いや、営業はあるあるよね。続いてダークブルー。ダークブルーいい。ダークブルーいいな、これ。どう？ダークブルーだと白が見えてても意外といい感じ。てか、ここのカメラのリングの色がアクセントになってるかも。これは初めてのケースにいいかも。ちなみにマグセーフの磁力チェック。アクセサリーなんかあるかな。ESR の昨日紹介したやつね。これで。なかなか強い。待って、これ、あれか？ ESR 側が強いのか？でも。結構強い、この1200円ケース。なかなかいい感じ。全体の色が同じ。確かにね。それあるかも。これ2つ買うんだったらダークブルーがおすすめ。シルバーには。続いて、なんだっけ。ハイブリッドケース。これはなかなかいいかも。さっきのより良くない？なんかちょっとずれてる。そんなことないか。こっちの方がさ、なんかリングが小さくてスタイリッシュ。マグセーフ強っ。チャッチく見えちゃうな。確かにね。これブラックもあったから。ブラックだったらまた印象違うかも。っていうか iPhone17 Pro こんな感じのオレンジなんだろうな、きっと。こっちもストラップホールあり。いいんじゃない？さっきのこの TPU よりは待って。色全然違う。やっぱ TPU だと発色悪いのか。こういうハードケースだとしっかりオレンジ出てる。オレンジのケースってむずいのかもね。続いてはダークブルーのハイブリッド。これが一番かな。普通にあり。で、これダークブルーの iPhone につけたらね、かなりいい感じな気がする。薄いし軽いよ、これ結構。しかもこれカメラの部分、
若干盛り上がってる。ほら。あ、カメラのガタつきチェックしよう。まずは、カメラコントロール、あれオフにもできるよ。まずは、何もつけてない状態。まあ、若干ガタつくぐらい。やっぱカメラパンプが増えてるからさ、ガタつきちょっと減ってる。で、こういうケースをつけるとほぼ平坦になるから、うわ、まあ若干ここを押すとほんの少しだけぐらつくけど、もうほぼぐらつきなし。上はなし。これいいね。コズミックオレンジ見てたらかっこよく思えてきた。こっちで、TPU はTPU もまあ若干か。うん。なるほど。無印で机にどうだろう。あんまないんじゃない？ iFace とかそういう系じゃないと。まあ今のところのケースいろいろ試した中ではこれが一番かな。リンク欲しい人いたら一応貼ります。ちなみに1200円。とりあえずこれ買って保護していいケースを待つっていうのもありかも。面でバンプある方が安定するね。確かに。たださ、なんかいろんなケースを使ってみて、この純正ケース意外と良くないって思ってる。これだったら全くないかも、あれ、ぐらつき。ぐらつきゼロ。純正ケース最高。リンク欲しい。ちょっとじゃあ。待ってね。Amazon。Amazon で注文履歴。ダークブルーのどっちだ？ソフト TPU 薄型軽量、こっちかな。1273円。こっちか。ちょっと待ってね。これです。バッテリーパックつけてるみたい、これね。でもなんかデザインいい、意外と。という感じで JE-TECH のケースでした。今日の開封はこれぐらいかな。で、カメラをオフ。今回どのメーカーもデザイン難しさ。いや、ほんとそうだね。でもあれよ。iPhone10、なんだっけな。あれか、iPhone16 でこのカメラが縦になった時あったじゃん。その時もね、なんかデザイン微妙なやつあった。こう三角に切り抜かれてるやつが、カメラ部分がフラッシュがあるからさ。あとクローバーみたいな変な形になってたり。でも今は洗練されてるから、だんだんといい感じのデザインのやつ出てきそうだね。指が綺麗。ありがとう。なんか昔からたまに言われる。クリアケースの白い部分はなぜついた？これはあれじゃない？リンゴの位置、デザインじゃない？エアーもケースのデザイン難しそう。そうだな。でもエアーはそうでもないんじゃない？言うて。カメラ1個だし。16プロってあと何年持ちますかね？いや、4年ぐらい使えんじゃない？朝8時の店舗受け取りの予約取れたんですが、何分前から？5分前ぐらいでいいんじゃない？で、多分あれよ。並んでたらさ、8時予約の方みたいな感じで呼ばれるんじゃない？アンプ耐久性歌ってる丸々アルミだから、アップル強気のガラ空き潔くていいね。っていうかね、そう、これイベントでしか言われてないんだけど、ここね、今までの iPhone って結構こう全体的にっていう感じじゃないけど、チップがこんな感じで入ってたのかな。多分ここにチップだった。SK04023 320円スパちゃん、ナイスパセンキュー。現在ご注文ありがとうございます。メールが受信されてません。どこで注文したんだろう？ Apple Store？ メールアドレス間違ってるとか。
あれは Apple Store のところからさ、注文状況見れないの？一回そこからメールアドレス確認してもいいかも。で、何の話？そうそう。で、ここに今まではチップが入ってたのね。いろいろ。ただ、今回はカメラパンプが大きくなって、ここにチップが入ったらしい。いろいろ。で、下は全部バッテリーみたいな。ほとんどバッテリー。だからね、ここを開けておくことによって冷却性能が高いんじゃない？ここを覆っちゃうと熱がこもるのかも。かもしれない。だから Apple は開けてるのかもしれないね。ESR のスタンド付き替えました。ナイス。まあ、ブルー結構いいなと思う。まあ、意外とどれもいいけどね。まあ、実物を見るまでちょっとわかんないけど。プロとテックウーブンケースで無印19日確保できたが、まとめて発送ではなくケースだけ明日届く予定です。テックケースとかはね、もう俺も届いてるよ。バンパーも届いてるし。これね。フィルムは即決だったのに、ケースいつまでも決められない。いや、ケース選び今回むずすぎ。めっちゃむずい。前のスマホはどこで買い取りに出すんですか？メルカリかな。こんばんは。望遠を失いますが、16プロから17無印に乗り換えます。カラーをセージにするか迷いましたが、最終的に無難なホワイトにしました。来春プロにいい新色が出たら乗り換えるかも。どうだろうね。まあ、半年後にさ、たまに新色追加とかあるんだけど、最近あんま聞かないね。16もなかったし。500円スパチャ。ナイスパーン !Thank you! ガジェットキャットさん。こんばんは。上のところにいろいろ詰まってるので重さが偏るのかな。でもバッテリーも重いから、どうなんだろうね。マジックでもまあ普通にいいって感じ。でも、なんかしばらく使ってたら、ガラス結構傷ついてたから、めっちゃ強いっていうわけではないと思う。こんばんは。17プロのケースどれにする？いや、迷い中。なんかね、これだっていうのはないんだよね、今。デザインが変わったから。もう16シリーズとか 15？ 14の時もそうだったかな。もうずっとこの ESR のクラシック使ってたんだけど、今年はデザイン的にどうしようかなっていう。まあ、ただなんだかんだ便利だから、これ使うと思うけどね。迷い中です。14のイエローがあった。グリーンが、14か。じゃあ2年出てないんだ。内面のスタンプ欲しいな。スタンプか。全然やってないな。04023。Apple Store のアプリで購入です。製品の注文ができ次第最新情報をお送りいたします。Apple Store のアプリだったらさ、まずアプリを開いて、右上に自分のアイコン出てるじゃん。それをタップしてあげると、ご注文状況があるでしょ？そこから注文したやつを選んで、キャンセルできるようになってるわ。そこからさ、請求先のところにメールアドレス出てると思うから、それでメールアドレス間違ってないか確認。っていうかまあ、その一番下にさ、スペシャリストまでご連絡くださいっていうのがあるから、そこから問い合わせてみてもいいかもね。まあでも、もう1日ぐらい待ってもいいかも。明日の朝まで待って来なかったら、問い合わせしてみるとか。でいいかもしれない。320円スパーチャー、ありがとう。ナイス。もう iPhone 引退しようかな、大きな進化ない限り。まあ、でも言うてさ、Android も大きな進化なくない？スマホ自体が完成されてんだと思うよ、結局は。ありがとうございます。いえいえ、こちらこそスパチャ。ナイス。au で Air を21時2分。本当に迷惑メールとかに入ってないみんな。注文確定メール届いたんですけど、ご注文ありがとうございます。メールだけ届かないです。ご注文ありがとうございます。来た気がするけど。待って。違うメールかも、俺見たの。なんか Apple から来た。ご注文ありがとうございますだったかな。ちょっと待ってね。ご注文ありがとうございます。っていうのが来た。AirPods Pro 3のケースどこで買えばいい？まあ、Amazon。迷惑メールない？まあでも、みんな届いてないってことはさ、まだ重いんじゃない？サーバーが。それかアドレス間違えてるか。17プロ新色来ると思いますか？来ないと思うよ。来てもいつも無印じゃない？基本。ギャラクシーが頂点な気がするな。まあギャラクシーもいいよな。ギャラクシーか
iPhone の2択でいいと思うわ、スマホは。ディープブルーを購入するんですが、ケースは純正シリコンのミッドナイトを購入しました。相性いいんですかね。ミッドナイト結構黒っぽい感じじゃなかった。あ、でも青も入ってるか。まあ普通にいいと思うけど。一番ケースの品揃えがいいお店、Amazon。AirPods 3はレビュー待つことにし、あ、なるほどね。まあそれもあり。iPhone 17と S25 の2強はなかなか崩れ、いや、そうだね。ピクセルは安ければいいけど、最近高いからね。まあピクセル買うんだったら A シリーズがいいと思う。純正クリアのマグセーフ位置ってどこなんですか？純正クリアのマグセーフ位置は真ん中です。今まで通り変わんない。ロゴだけ下になってる。リングは下がってない。アップルで iPhone を買ったことはなくて、キャリアでしかないんですが、アップルで iPhone を買った場合、キャリアとの、あれ、どこ行った？キャリアとの契約はどうすればいいんですか？いや、紐付けとかは特にない。キャリアって、スマホとこう、紐付けされてるわけじゃなくて、回線を契約してスマホおまけでついてますみたいな、そんな感じよ。だから、キャリアで買ったのは回線だけみたいな感じのイメージしといて、まあ、スマホだけ交換すればいいっていう感じ。で、eSIM への変更方法もさっき動画出したんで、ぜひチェックしてみてください。au で Air を。読んだな。Apple Search 処理中のまま。本当に、あれかな？もしかして、ペイデイ組かな？ローン組は審査が入ってるとかかも。クレカだったらあれだけど、どうだろう。キャリアの店頭で、まあ、1ヶ月後ぐらいじゃない？ 1 時間の動画全部見ました。強いね。あ、注文ありがとう来てない。ありがとう来てない人はさ、多分、ローンじゃないか。写真撮るのはマミさんがレビューしてたみたいにギャラクシーですよね。いや、ギャラクシーね、いいよ。ギャラクシーもいいし、今回 iPhone もいいからさ、もう迷っちゃう。あとね、ギャラクシー何がいいかって、通話録音できんの。iPhone ってさ、通話録音ポチって押したらさ、通話を今から録音しますみたいな相手に聞こえるじゃん。ギャラクシーそれないんだよね。もう最初から録音されてるから、あの時何言ったっけとか、そういうのがなくなる。ただ通話の文字起こしは精度めっちゃ悪い。あ、ローンですが今朝メール来ました。そうなんだ。じゃあ、まあ早い組と遅い組がいいのかも。17ラベンダーナイス。SE3 からだったらもうバッテリー持ちびっくりするよ。スマホってこんなにバッテリー持ちいいんだってなる。ペイデイでもすぐに、あ、本当に。じゃあ、ちょっとわかんないね。一応いたんそう。ガジェット YouTuber の人とコラボ買い物？それおもろいな、動画として。でさ、あれでしょ？ iPhone 17のインカメで撮影。めっちゃいい。ちょっとそれやりたいな、発売後。でも何の買い物するっていう。ペイデイは事前に決済完了するので最速で予約できます。あ、そうなの？じゃあ注文ボタンポチって押せば OK みたいな。ディープブルーに合うケースは何色だと思いますか？まあディープブルー系じゃない？そのさっき紹介したやつみたいな。動画とか写真撮影の比率って4対 3？ まあ動画は16対9でしょ。動画は16対9だけど写真は4対3がセンサー全部使っておすすめ。ただ俺はこうレビュー動画を撮影するときに編集とかしやすいように16対9でいつも撮ってる。普通の人は4対3がいいよ。16対9にしても4対3の上クロップしてるだけだから。上とか横。無印が1ヶ月待ちになってますが、毎年になってましたっけ？いや、無印は発売日まで翌日とかじゃなかったっけ？いつも。違ったかな？ちょっとあんま覚えてない。1ヶ月待ちはなってなかった気がする。相当人気じゃんじゃあ。アンカーの 35W 巻き取り式 USB-C ケーブルいいですか？いいよ。めっちゃいいよ。おすすめです。特に iPhone 17と合いそう。だけど、まあ一応レビューします。40W と 35W で違うのかさ、ちょっと気になるから。1からだったらもう買い替え時でしょ。俺は2から買い替えたよ。もう AirPods はね、毎年っていうか毎回すごい進化してるから、期待。23時半ぐらいに来てたけど、今日の23時半。未来だな、それ。
昨日ってことかな。22時半か。キャリアのオンラインで予約して予約注文の準備ができましたときた場合は発売日に届きますか？キャリアのオンライン。用意がで、ちょっとわかんない。キャリアはわからんな。誰かわかる人いたら。アンカーのやついいよ。あ、ちなみにこう読み飛ばされたなってなった場合はもう一回コメントしてもらえると拾いやすいんで嬉しいです。連投だけ避けてもらえれば。ここまで来ると次の iPhone に来る新機能。なんだろうね。もう逆に欲しい機能なくない？みんなの iPhone で欲しい機能ちょっと教えてほしい。処理が追いついてない。なるほど。バッテリー 88%。iPhone 15だったらまあ、そんぐらいかな。正常。AirPods Pro 3音質変わってるよ。まあでも俺試してないからね、ちなみに。クレカ一括でも来たの？あ、そうなんだ。26ウルトラ出たらメインギャラクシーに戻っちゃいますか？いやー、でもね、S25 ウルトラとか Z Fold 7を、まあ、メイン機として本当に使ってたんだよ。2ヶ月ぐらい。使ってて、で久しぶりに iPhone 使いたいなって、ちょっと iPhone なってさ、iPhone 使ったんだけど、やっぱ iPhone は安定感あるわ。なんかね、Android はアプリのバグがちょっと多くて、そういうのがちょっとストレス。じわじわとこう、こうだったらなーってなることが多い。Android。iPhone はそれがない。ただ、画面分割とかめっちゃ便利よ。Android。それがね、iPhone にもついたらもう最強なんだけど。でも、ただ、あれよね。iPhone Fold が出たら、その画面分割機能 OS に搭載されるだろうから、プロシリーズにもそれ来てほしい。キャンセル待ちは、まあ、こういう深夜帯、23時とかも出やすいし、あと一番出やすいのは朝7時、6時、5時とか、その辺の早朝が狙い目。深夜帯はあんまり出ないかな。出る時もあるけど、数は少ないかも。通話録音のためだけに Galaxy 使ってます。いいよね。機種変してもそうそうそう。あとデータ移行もそうだ。まあでも昔の Galaxy よりはさ、データ移行も進化してて、まあ基本的にはいけるんだけど、ちょっと欠点があって、あれ One UI8 から7とか、こう、ダウングレードする状態で移行する場合は、うまく移行できない。G ボードの設定とか全部消えたわ。フォールドから25に戻して。そういう点がね、ちょっと微妙だね。あと、アップデートが遅い。ギャラクシーは。もう海外は One UI8 になってるのに、日本1年遅れぐらいでアップデートしてくるから、そこね、良くないよね。まあ、フェリカがあるからとかなんだと思うけど、でも言うて iPhone もフェリカあるからさ、ちょっともうちょい頑張ってほしいね、その辺は。SE、半日バッテリー持たなかったです。そうよね。もう iPhone1 日余裕だから。16 Pro とか。ポボ入れて出産入院中のテザリングして使おうと思います。めっちゃいい、それ。いや、ポボ最強だからな、なんだかんだ。楽天もいいけど。こういうさ、例えば1週間しか使わないとかさ、今日の動画の eSIM 移行の最後の方にもポボと楽天の紹介入れたんだけど、こういう1週間しか使わないとか、そういう時にポボはね、トッピングでさ、楽天だと結局1週間めっちゃ使ったら3000円になっちゃうじゃん。ただこういう1週間だけ使い放題とかだったら、まあ、1000円とかもっとするかな、ちょっとあんま覚えてないけど、そういうね、短期間でいっぱい使うみたいな使い方はポボめっちゃおすすめ。ちなみに概要欄にあれ貼ってあります。クーポン。確かね、そのコード使うと、3日間100ギガ付与されます。だから、最初にどんな感じで使えるのか試したいとか、スピードテストしたいっていう人は、ぜひそれ使ってみてください。あと、楽天モバイルの招待コードもあります。招待コードっていうか、右下にリンクも概要欄にあります。AirPods Pro 3って、15プラスのグリーン使ってます。17の無印静止。いいね。みんな結構 120Hz 初めてって人多いんじゃない今回。店頭でカラー撮影確認してから Apple Store で確認しようと。10月休暇。発売してから購入するとかなり遅くなりますか？いや、なんか発売してから当日代行意外と出たりするかもね。店頭
で確認してから Apple Store で購入。Apple Store 行ける人だったら Apple Store の店舗受け取りの枠を探すのがおすすめ。発売後でも。AirPods Pro 来年も出るっていう噂、本当なんかカメラがついたやつみたいな。どうだろうね。AirPods Ultra とかで出る可能性はあるかもね。なんか別ラインになりそう。プロ3が出て半年後にプロ4はさすがにないでしょ。AirPods Ultra とか AirPods I とかさ、なんかそういう感じで出る可能性はあるんじゃない？でもあんま期待しない方がいいと思うけど。結局ガラスフィルムコスパ最強なんでしたっけ？コスパ最強はモンスターフィルムかな。モンスターフィルムか ESR。質はトーラスかなっていう、そういう感じ。17は本当に iPhone16 Plus よりも充電持つと思いますか？持つと思うよ。結構チップとかさ、大事だから、バッテリー持ちって。であと今回 eSIM になってバッテリーよりも増えたから、持つと思うよ。推しのカメラバンプの部分がスタンドになってるケースはきっとないんでしょうね。ふみゆさん推しのカメラバンプの、ある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 。ありますとも。ちょっと見せるか。ありますよ。あれ中身ない。これね。いや、これもいいんだよ。これもめっちゃ便利でさ、今回も使いたい気持ち満々なんだけど、ちょっとこれじゃ分かりづらいな。これです、これ。これが、ちょっと個人的に気になる点があって、まずこのね、指紋が。まずこのリンゴの位置が下になったんだけど、これ真ん中にリンゴなくてさ、ここの下側にリンゴあるのが、ちょっと見た目的に、ちょっと微妙じゃねっていうのと、あとは、ここ、保護いらなかったなっていう。ここからさ、ホコリが入って、ちょっとホコリ目立ちそうじゃないっていう。ここの2点が気になってる。まあ実際の iPhone17 Pro の本物につけてみたら、意外といいじゃんってなるかもしれないけど。で、これスタンドもちろん使えますよ。っていう感じです。AirPods Pro 2から3は見た目変化小さめ。まあでも内部構造を刷新したらしいけど。3年はそのまま使う。まあ AirPods Pro 2だったらわざわざ買い替えなくてもいいかもしんないけど、でも実際使ってみたら全然違うかも。これ Pro 1から Pro 2にして変わんないっていう人いるのかな、どうかちょっとわかんないけど、もう Pro 1には戻れない、正直。音質違う。なんか Pro 1ってさ、こもってるじゃん、結構音。ただイコライザ調整でさ、バランスの取れたトーン弱めにしてあげれば意外といい感じになるんだけど、AirPods Pro 2はね、音のバランス良くなってて、それ使わなくてもいい感じ。Apple で買うのが一番キャリアよりも安い。なるほど。ちょっと一回最新いきます。20.1 万人、そう。昨日で結構増えた。ESR のケースカメラのところ切っても使えそう。いやー、なかなか厳しいよ。これパコって外れればいいんだけどね。これなしバージョンも売ってほしい。ESR の人に言ってみようかな。ここない方がいいと思いますって言ったら、なくしてくれるかも。発売日にドコモショップ行って、在庫がなかったら取り寄せどれくらい？いやー、わかんないな。店舗による。17か17 Pro。迷ったら17でいいと思うよ。17 Pro 欲しい人は、多分17 Pro いってると思う。エアーもそう。基本的に迷ったらもう、今回はね、無印でいいよ。マジか。クレジットカードで24回払いどう思いますか？もう全然いいんじゃない？分割の方がね、他に使えるお金も増えるし、ありだと思うよ。まあ、あとは気分的に分割が好きか嫌いか。金利無料だし、多分。AirPods は普通のイヤーピース使ってますか？使ってる。なんか、あるじゃん。サードパーティー製のやつ。あれ使ってみたんだけど、結局純正が一番いいなっていう。おすすめのイヤーピースない。なんだっけ、セドナとかさ、なんだっけ、セズラとか、そういう感じのやつ使ったんだけど、まあ最初は、こっちの方がいいじゃんって思うんだけど、結局使っていくと、なんかあんまり
装着感良くなかったり、なんか俺はね、なんでやめたかっていうと、ノイキャンなんか羽織るようになったんだっけな、外音取り込みか忘れちゃったけど、だからなんか純正、結局さ AirPods 作る時にイヤーピースも込みでさ開発してるわけだから、まあ、純正が一番いいよねっていう考えに至った。だから俺は純正推しです。まあみんなどれ使ってもいいけど、まあ、あと高い3000円とかするでしょイヤーピース。それを買ってまでそんな変わるかって言われると変わんないかなっていう。ギャラクシーのようなデスクわかる、めっちゃわかる。そう。今回、動画出したけどさ、今日。M2 以上、M2 チップ並みの性能あんだよ。今回の A19 プロチップ。だからさ、これデスクトップモード、むしろ MacOS 搭載してほしいよね。USB-C でつなげたら MacOS 立ち上がりますみたいな。そうなったらもう最高なんだけど。メモリも 12GB になってるし。最高すぎる。プロマックス使ってた民が、昨日16プロに。あ、本当に。でも慣れるよ。俺もプロマックス使ってて、めっちゃ画面サイズ大きい、これめっちゃいいってなってたんだけど、16プロマックスの時。でも16プロに一回戻したらさ、ちっちゃくて握りやすいってなった。最初はチャッチーって思うんだけどさ、すぐ慣れる。口笛吹くと外音取り込みしてると耳潰れた感じになる。それね、そう。今回の iOS26 で新しい設定がね、追加されてまして、自分の喋った声を増幅する機能が追加されてた。外音取り込みして、さらに自分の声を増幅するとめっちゃ喋りやすくなる。これ全然口笛吹くときと関係ないけど。耳潰れた感じになる。それあれじゃないの？最大音量小さくするみたいな、なんかそういう設定あるじゃん、最近。それオンにしてるとか。オフにしたら治るかも。でかい音を小さくするってやつだ。ウォッチ買った。ウォッチはバッテリー持ちと、あと睡眠スコアが出るのか。それのためだけに買った。ちなみに今回は、ついに GPS モデルにしました。去年セルラーモデル買ったんだけど、セルラーモデル俺今まで2回買ってんのね。シリーズ、なんだっけ、10。去年のシリーズ10の時と、いつだったっけな、シリーズ7ぐらいかなの時に、楽天のセルラーやってたんだけど、いや、全く使わん。一回役に立ったのが温泉でスマホ持ってない時に連絡できるぐらい。ただ最近の温泉 Wi-Fi もあるからさ、別にいらんかなっていう。いや、セルラー、ウォッチのセルラーをしてる人はさ、どういう使い方してるのかちょっと気になる。今いたら教えてほしい。ビッグカメラでダメ元で予約してきました。免税で買えるのめっちゃいいじゃん。いいなぁ。クレカで分割手数料かかんないんじゃないの？わかんない。アップルは金利無料なんじゃない？クレカ分割、ペイデイが無料なんかな？ちょっとわかんない。バンドはミラネーゼよ、安定の。もうミラネーゼちょっと使ったことない人はね、損してる。超便利。プロのカラーでオレンジかブルーで迷っています。どっちがいいと思います？ちなみにミラネーゼは純正がいいです。サードパーティー製はやっぱセーターとか引っかかるから。枕カバーとか。プロのカラーオレンジかブルー迷ってます。いやー、これは好みでしょう。でもブルーの方が飽きなさそうではある。ミラネーゼ高いけど、最初はね、500円とかで、Amazon で売ってるから、それを試してみて、もういい。でも1万円、7000円から1万円ぐらいか。バンド。それなりの価値はあると思う。かっこいいし、つけやすいし、濡れても大丈夫だし、ミラネーゼはめっちゃいいよ。ミラネーゼだけで俺1本動画作れるわ、きっと。ミラネーゼの魅力を語る動画。メロンさんこんばんは。iPhone17、1、2ヶ月じゃない？プロはブルーが一番人気って思ったんだけど、シルバー人気だね。売れ方を見ると。ウォッチ SE3 もいいと思うわ。ただあんまりチェックしてない俺。充電、バッテリー持ちは前と一緒よね。お
おはようか、これやべ。ちっちゃくて読めない。アップルが1万円の紐出してきたとき、いや、配信盛り上がったよ、1万円の紐出したとき。アップルウォッチ SE3 フリック入力。どうだろう。10はできたからできるんじゃないかな。ちっちゃくて読めない、そう。おはようって書いてあるのかな。眠いかな。アップルウォッチは何色購入されたんですか？いや、安定のジェットブラックの一番ちっちゃいやつで、アルミ。一番安いやつのジェットブラック。いや、ジェットブラックね、めっちゃいいよ。結構アルミモデルってアップルウォッチ安っぽく見えがちじゃん。ただジェットブラックはね、上のチタンモデルとほぼほぼ一緒の見た目。全然わかんないよ。比べても。おすすめです。AirPods Pro 使ってるけど、AirPods Pro 3買った方がいいんかな。でも AirPods Pro だったらいいんじゃない？そのカナル型がいいんだったら変えてもいいけど。外音取り込みやばいよ、ちなみに。プロは。17の背面がどうしても気にならなくて、正方形、それあり。ケース空から出てるケースさ、前の iPhone みたいな見た目になるから、ケースで全然変えられるよ、見た目は。正直 eSIM 爆死してほしい。いやー、使ったことある？一回使ってみたらね、全然 eSIM でもいいやってなると思うけどな。人によるけど。俺は全然 OK 派。ただ楽天株主優待はさ、eSIM 移行ができないから、それはやめてほしいけど。ウルトラでもミラネーゼ合いますかね？全然合うと思うよ。使ってる人の見たことあるけど。でももっとごっついケースでもいいかもな、ウルトラは。ジェットブラック裏側剥げてきた人いて保証してもらえ、そうなの？ちなみに俺は全然剥げてなかったわ。いつものアカウントでコメントできない。なんでだろう？あれかも、保留中になってるかもな。これちょっとコメビューで見てるからあれだけど、こっちの方には表示されてんのかな。リングブレスレット欲しいけど高い。高い。高いな。でも俺見た目っていうか結局はつけやすいのと、風呂にそのままつけてもいいやつが欲しいっていうのでミラ先生になった。eSIM にして予約当日からちょっとナイス。いいね。物理 SIM でいて欲しかったらちょっと面倒。ちょっと面倒。でも、言うて SIM カード差し替える方が面倒よ、慣れたら。多分、今だけ。表示されてないみたいです。なんて名前？ Apple Watch SE3 か AirPods 3どっちがおすすめですか？両方未所持。どっちか買うんだったらどういう環境かにもよるな。どういう環境かにもよるし、どういう生活してるかにもよる。Apple Watch SE3 は便利そうと思って、Apple Watch は便利そうと思って買わない方がいい。明確な目的があって買わないと後悔する。俺も何回Apple Watch さ、初代から俺使ってんだけど、初代買って、何これ？何に使うのってなって売って、で、またシリーズ3ぐらいで買って、今回こそなんか便利になりそうと思って買ったけど、結局何も使えないみたいな感じになって、みたいなの繰り返してたから、合わない人は本当に合わない。で、何に一番いいかって言ったら、例えば運動をしたい。運動のモチベを上げたいとか、あとは睡眠のトラッキングしたいとか、あとなんだろうな。睡眠トラッキングとかかな。そんぐらい。でも今はね、もう本当になきゃ生活できないぐらい。あと睡眠の質上げたいとか、そういう感じはね、健康目的で買うのが一番いい。Apple Watch は。じゃないとね、あんまり合わないかも。みんなどう？ちょっと今いっぱい人いるからさ、聞きたい。どういうことに使ってるのか。逆に挫折した人はどういうので挫折したのか、ちょっと気になるな。リフレッシュレート120は本当に別物。もう120になれると60無理よ。今さ、パソコン 60Hz なんだけど、もうパソコンも120にしたいってめっちゃ思うもん。初コメで質問です。どうぞ。どうすればいいですかね？名前なんだったんだ？ 11 歳が聞く。なんでだろう？全然わかるけど、どうすればいいですかね？こっちでコメントしよう、じゃあ。確かに最近来てないなと思ったな。きよきよしいですね。なんだっけそれ。
なんて読むんだっけ本当は。了解です。そう。ウォーキングの距離と時間計測がメインです。時間計測か。なるほど。やっぱあれだよね。運動とか。初見です。今回 iPhone17 Pro Max 買ったんですが、今使っているのが13 Pro で、SIM から eSIM に変わるんですが、設定から変更の仕方はわかるんですが、変更した場合、通信などに変化、全然ない。そのまま無制限になります。もうただ SIM の形が変わるだけです。問題なし。あれせいって書くやつでしょ。2つのやつだよね。一応 Apple Watch SE2 買ったけど、ただの時計としかなってない。やっぱそういう人結構多いと思うわ。ランニングするのは絶対ガーミンがいい。なるほど。ガーミン使ったことないな。Galaxy Watch と Apple Watch しか使った。あ、そう、あと Apple Watch ね、めっちゃいいって思う使い方があって、それがリマインダーです。これ普段 iPhone の電源ボタン長押しで Siri 立ち上げて、〇〇買うリマインダーとかって言うとさ、こうリマインダーにメモを追加できるんだけど、それを Apple Watch でやることが多い。で、Apple Watch はそのボタンを押さなくても勢いよく自分の口の前にこう腕を持ってくれば Siri が起動するんだよね。それがめっちゃいいなって思った。Galaxy Watch はその機能ないからさ、そこが Apple Watch いいなって思ったポイント。こんなケースケ持ってきた。個人的に Apple Watch はアラームを振動で周りを起こさずに。なるほどね。使ったことない。それ確かにありだな。Apple Care についてどう思いますか？これは入ってない。30日以内だったら入れるから、まあ買ってから考えたらいいんじゃないって感じかな。AWP さんは初見です。こんばんは。ぜひチャンネル登録お願いします。20万2000人目指してます。ケースやフィルムのおすすめ。ちょっといろいろ今使ってる最中。フィルムは、まあ、今まで使った感じだと、安いのだったらベルモンド、いいやつだったらトーラス、かな？そうだね。まあ、ESR のフィルムはまあ普通っていう感じだったんだけど、今回さ、なんだっけ、コーニングっていう会社のiPhone のガラスとか Galaxy のガラスとか作ってる会社の製造のフィルムが出てさ、10倍の強度らしいんだけど、それがめっちゃ気になってる。で、iPhone 届いたらそれ使うんで、またレビューします。Apple Watch のバンドもブラックなくなってミッドナイトになってた。そうなの？ Apple Watch のバンド。ミラネーゼはね、スレートにした。振動で起きれたことない。あれなんか強くできなかったっけ？なんか普通と強いで選べた気がするよ。Apple Watch の振動。トーラスって高級志向なんですかね？そうだね。結構高めだよね。パワーに乗り換えたいと思ってるんですが、まあ、ミスさんのプロモはどこに貼ってありますか？ここ概要欄に貼ってないかな、配信。もしかしたら、ここ貼ってなくて、今日の最新の動画、ロング動画で貼ってあるかも。確か貼ったと思うんだけどな。っていうか、eSIM の動画伸びてない。あんまり。大変だったのに。バリラックボックスはね、まあいいっちゃいいけど、めっちゃいいかって言われたら微妙かも。引っ張るだけで貼れるアンチグレアフィルム。アンチグレアか。モンスターフィルムかな。モンスターフィルムはね、安いし、普通簡単に貼れるし、フィルムの種類が多い。今日もサムネ良くなかったかも。前のと似てるわ。ちょっと待ってね。生放送で、概要欄で、概要欄に書いてあるよ。紹介コード LV5004SD。ポボね。楽天モバイルもあります。ちなみに。概要欄をチェック。フィルムは ESR をしてる。ESR の今回の新作は楽しみ。まあ全然悪くない。しかも3枚入りだからさ、安いよね。ただ、そう。ESR は3枚入りで安いんだけど、3枚いらないよねっていう。で、学生とかだったらさ、友達にこう、
渡せるからいいけど、俺は別に3枚いらんなーっていう。あ、砂糖ショップいいね、確かに。一回レビューした。ハーフアンチグレアみたいな感じよね。メンシップはコメント読まれやすくとかなるとかあるのかな？いや、特にない。なんかそういう機能あったらいいけどね。でもまあ、目立つよね、ここで。サムネのメインフォントは見た目変えた方がいいインパクトありますよ。サムネのメインフォント？メインフォントってなんだ？フィルム貼り替えたいなって思った時には別のやつ買ったり買ったこと忘れてる。ああ、それわかるわ。AI 予約したけどスピーカーだけは唯一よ。スピーカーね、ちょっときついかもね。10月末までに店舗下取り出したいけど自分でできる自信ないから店舗でやりたくて。ああ、なるほど。Apple Store に行くんだったら店舗受け取りのやつを予約するべきかな。まあ多分10月末だったら余裕だと思うよ。店舗受け取りは。今時モノラルはちょっと。モノラル、まあ、モノラルじゃなくてステレオだった、上だけでステレオだったとしても、多分シャカシャカだと思う。やっぱ下側にいないっていうのは、ちょっときついよね。だって受話口じゃん、あれ結局。スピーカーが乗ってるっていうよりかは、受話口から音出しますっていう感じだから、なかなか音質は厳しいと思うね。テック分ケースは、まあ気に入ったんだったら全然いいんじゃない？見た目で選べばいい感じ。トリニティはケースフィルムともに質はいいですか？トリニティ使ったことない。テック分はゴミだと聞いたことある。あ、前のやつね。今回なんか変わったんだよ。メインの文字とサブの文字。ああ、なるほどね。変えてなかったっけ？あ、今回変えてないか。いや、Apple Music と Spotify どっち派ですか？前は Spotify だった。けど、Spotify は音悪くてさ、ただ Spotify なんか、プロレス、なんだっけ？オーディオ、ロスレスか。対応するみたいな通知来たわ。でも Apple Music に移動したいとは思ってる。Apple Music 音いいからさ。で、あと、Mac で使うと、空間オーディオ使えないんだよね、AirPods とか。空間オーディオ使うために Apple Music にしたいみたいなのはある。動画見て12から17への買い替えナイス。 iPhone 購入せず AirPods 4を購入しました。お、珍しい。エリタムさん、センキュー。ユーグリーンの 25W ツーインワンマグセーフ、ちゃんとレビューしている。ベルキンのを買いました。ベルキンの安定よ、あれ。高いけど、AC アダプターケーブル全部ついてるし、まあいいかなっていう。音質のために Apple Music はどうですか？全然あり。全然ありよ。てか、Apple 製品しか使ってないんだったら Apple Music は安定だと思う。無印買ってない。無印、ちょっと気になるけどね。レンタルとかできたらいいなって思うけどね。昨日買われてたケース届きました。届いた。さっき開封したんで、ぜひアーカイブで見てみてください。23時半には今日配信終わります。本当は11時に終わろうと思ってたけど。ケースはケースフィニットが好きだけど ESR にするか悩む。ESR ね、ちょっと使ったことない人はぜひ試してほしい。無印のレビュー欲しいわ。欲しいか。誰か貸してくれたらいいんだけどね。初見です。10S Max 使ってて買い替え検討してるんですが、18で折りたたみが出るとか噂があり悩んでます。まあ出るみたいな噂あるけどな。でもなんだかんださ、こう来年出ますみたいなリークとかさ出るけど延期になりましたみたいなあるあるだから、あんまり期待しない方がいいとは思うけどね。そう、アーカイブでぜひ。ペーパーチャンバーがどれだけすごいか気になる。なんかね、ベンチマーク見た感じだと結構変わってるんじゃないかって思ってるけど。ケースとフィルムどれがおすすめですか？ちょっとまだわかんないな。フィルムは、モンスターフィルムは ESR のコーニングの10倍の強度のやつか、高くてもいいんだったら、なんだっけ、トーラス。今回無印強すぎる。確かに。なんでアップルパーク行かなかったんですか？呼ばれてないからです。ESR 使ったことない。ESR ぜひ使ってほしい。JTKN さん、初見です。こんばんは。ぜひ、初見の方はチャンネル登録お願いします。今、131人なんで、200人行きたい、この配信で。70人登録してくれれば。120Hz が無印にも来たのがでかいね。
確かに。純正カメラコントロール保護の良さと Apple という理由だけで買って。Apple 純正。テック部分のやつ。ミラネーゼループ買ってみようかな。今は謎メーカーのミラネーゼループ使ってます。ベッド、布団とかさ、セーターとかに引っかかんない。安いやつって。それがね、なくなる。純正だと。まあでもそれ以外は特に変わんない。初見です。5、6年使うんだったらラム容量的に17。そういう考え確かにありかもな。まあでも8ギガと12ギガで、まあでもそうだね。5年後どうなってるか分かんないからね。それこそ AI 動かすとかになったらさ、メモリ結構食うから、まあ17プロを選んどいた方が安定なのかもしれないね。まあゲームもメモリめっちゃ使うようになるかもしれんし、まあ確かに17プロの方が長く使えるかもしれない。いい見解。17無印欲しいけど2ヶ月前に 16E 買っちゃったから買えない。でも 16E もいいじゃん、普通に。バッテリー持つし。昨日でどのぐらいチャンネル登録増えました？配信でどうだろう ?800 人ぐらい ?500 から800人ぐらい。3年売り3センキュー。32人になりました。無印のホワイトとブラックどっちが好きですか？ホワイトかな。まあ、普通にどっちの色が好きですかって感じだからな、これは。アップルパーク行けるのは登録者で決まってるのかな？どうなんだろうね。アップル愛とかね。まあでも3人でしょ、だって今回。あれアキヤムービー、マメさん、アキヤくん、マメさん、ガジェットも。3人。あとゴリさん。まあ、大川さんとか行ってないね、今回、そういえば。まあ今後追加されるってことはあんまないんじゃないとは思ってるけど。AirPods Pro もそろそろカラーが出てもいいんだよな。確かに。17シリで、充電持ちおすすめはプロですか？どういうこと？ 17 シリ。17プロで背面置いたくないので。ライノシールドはね、ピクセル、ショート動画でピクセル10プロ、ピクセル10のレビュー動画出したんだけど、そこでライノシールドのケースレビューしてんだけど、これ、やばい。頑丈すぎ。確かね、4メートルぐらいの高さから落としてんだけど、無傷でした。ライノシールドすごいよ。シリーズか。充電持ちおすすめはプロですか？いや、無印でも持つよ。全然。純正クリアケースみたいにポリカーボネート素材のクリアケース他社も出してほしい。いや、出てる。なんだっけあれ。オレンジのロゴのやつ。シュピゲンとか出してるよ。キャリアで予約して翌日に本申し込み。なんか来てない人結構いるらしい。ルーさんこんばんは。プロマックスの方がベンチマークスコアはいいとかないですか？ない。ベンチマークスコアに関しては今日ちょうど動画出したんで、ぜひ見てください。今日ロング2本出した。プロマックスで在庫不足になりますかね？店頭で買おうと思ってるんですけど、プロマックス一番人気っていうか、転売されてるのかわかんないけど、一番ない在庫。アプローチは裸運やフィルムだけ貼ってるんだけど、一回角が剥がれて、剥がして、後で貼ろうって思ってる間に傷ついた。ケースはつけてない。全部充電の伸びがほんとすごい。そうね。AI もピクセル並み。AI はね、なんかジェミニと連携するみたいな噂あるんだよね。今回の iOS26 でなると思ったんだけど、出てなくて、で、それで俺は Galaxy に乗り換えたんだけど、その時に。でも結局 iPhone に戻ってきそう。来年の 26.4 とかで、来年っていうか年末とかなのかな？ちょっとわかんないけど。26.4 ぐらいでジェミニとも連携するんじゃないかみたいな噂があるから、そうなったらいいかも。Apple Intelligence はどうなんだろうな。ちょっと Apple のさ、方針？そのセキュリティをガチガチにするとか、そういうのと AI のさ、あれがうまく噛み合わないからね。ちょっと難しいと思うけど。写真の補正って強くなってますか？わかんない。まあでも、チップがいいのになってるから、いい感じに補正できんじゃない？ワイヤレス 50W。ワイヤレス 25W だよ。
17 Pro Max のいいところ、でかいバッテリー持つ、2テラ選べる。ウォッチのフィルムおすすめ教えて。ウォッチのフィルムあれよ、モンスターフィルムだった気がする。ちょっとうろ覚え。なんかニマソとかいろいろ試して、あ、これが一番いいですって感じで言ったんだけど、どれだったか忘れちゃった。ショート動画遡ってください。マミヨシ Apple Watch フィルムで調べたら多分出てくるから、ぜひそちらで。カメラ部分保護した方がいいですかね。カメラ部分は最初はちょっと保護してもいいかなって感じ。ちょっと周りの、まあ落とさないんだったら大丈夫だけど。とりあえず保護しといて、で、傷ついた報告とかあんまなければ、へこんだ報告とかなければ剥がしてもいいし。プロセッシングで止まってる。まあ、大丈夫よ。きっと。本申し込みの連絡来てるみたい。機種にも読んだかな。17プロはプロシリーズの集大成。いや、集大成っていうかなんか、あれが変わったなっていう感じ。ターゲットが。来年とかでもっと変わるかっていうことを言いたいのか。まあ、集大成感はあるよ、結構。しかもデザイン変わったしさ、来年とかどうせデザインそのままだろうから、まあ今買うのありだと思うけどね。で、次デザイン変わった時に買うとか。モンスター使ったけど角から浮いてくる。モンスターってあれか。黒縁ついてるやつだっけ？黒縁、ニマソだじゃあ。黒縁ついてないやつが一番いいなってなった。TPU のフィルム。そう、俺もそれ気になったんだ。多分。黒縁はね、なんか、フィルムとウォッチのこの R の間にね、若干隙間があって、それがめっちゃ気になった気がする。あれもそうだって。マジックジョンも確か、黒縁付きだった。iPhone フィルムは確実に黒縁付きが良くて、Apple Watch フィルムは TPU フィルムがおすすめ。ESR フィルム3枚入り黒縁なし使ってる。いや、黒縁はね、あった方がいいよ。割れやすさ全然違うから。黒縁ありならマジックジョン、黒縁なしなら、黒縁ありならマジックジョン、黒縁なしならモンスター、安くするならニマソとか言ってた気がする。そうだっけ？ちょっと俺は覚えてないもん。自分でやっといて自分が覚えてないっていうね。忘れちゃったわ。自分17プロですね。あ、そうなんだ。じゃあもう、あれだね。ランダム。8倍の望遠は画質どうなんですかね。望遠のために16プロから。まあその辺はちょっと比較する。まあでも使いやすくなるとは思うよ。4倍になるからさ。4倍から8倍だし。政治はありですか？まあ人気とかはあんま関係ない。結局自分が好きな色がいいから。全然ありだと思うよ。なしな色はないね。AirPods Pro は保護ケースつける派ですか？つけなかったけど、つけてもいいかなっていう。ケースめっちゃ傷つきやすいから AirPods って。だからつけるのもあり。プロマックスあっという間に売り切れて驚きましたね。去年もそうだった。iPhone の到着日にたまたま出張入ってしまったんですが、到着日は、全然できるよ。ヤマトに問い合わせれば。オンラインで購入したら絶対自分で郵送で下取りしないと思ってたんですか？受け取るときに店舗に持ち込む。まあ大丈夫だろうけど。ギフトカード、全部ギフトカードなんじゃないかな。ちょっと、これあんまりわかんないな、下取りは。でもオンラインで購入しても、あれよ。郵送の方が早いんじゃなくて、自分でこうデータ移行した後に郵送で送り返すから、まあ、全然大丈夫だと思うけどね。ちなみにデータ移行の方法とかも動画化出すんで、それ見れば大丈夫。めっちゃひっつく。メモリ 8GB。今回無印だけ 8GB。他12。ESR はケース、フィルムともにおすすめでしょうか？まあ全然いいと思うよ。ケースはめっちゃおすすめ。フィルムは、まあって感じ。まあっていうかまあ普通。iPhone のフィルム黒縁あったらベゼル太くなんない？黒縁あったらベゼル太くなんない。ものによる。モンスターフィルムは去年のはベゼル太くなった。ベゼル太くなんないのはね、去年はトーラスだけだったな。今年のやつどうだろうね。ちょっと1個開けてみる？ちょっと AR のやつ開けてみるか、そうしたら。
生開封レビュー第2弾。あれちょっと待って。こっちか。あ、違うな。これか。カメラ電源オフになってた。ちょっと待ってね。よし。17プロ AR タイプちょっと開けてみる。あれカッターどこやったかな。あれさっき使ったのに。あった。さあまず AR タイプも初めてだからね。いきます。オープン。パカッ。まあ、紙類が入ってて、あ、ちょうど替えのフィルムだけあんじゃん。さあこれがモンスターフィルム。縁はどうだろう。どうだ。他のやつと比較するか。でも激薄ではない気がする。若干被る可能性あり。ちょっと ESR と比較。待って、 ESR のどこやったかな。昨日、これか。真横にありました。これ ESR の新しいやつね、コーニング。これと比較しますよ。一緒だな。どうだろう。どう？一緒だ。トーラスじゃない。ESR の新しいやつと、ベルモンド一緒なんで、まあ被んないかな。でも ESR も去年被ってたか。被りがめっちゃ気になる人はトーラスがいいかも。で、これ反射防止らしいけど、そんな変わんの？ AR って。あれモック。これね、このテカテカ。カメラが反射してるね。で、これを、こうか。これあれか。上にフィルムが貼ってあるから、これじゃわかんないのか。ちょっとまた今度だ。これ楽しみだな。何枚入ってんだろう。2枚。2枚だな。これはレビュー動画をお楽しみに。よし。皆さんが ESR に言えばカメラ周りがないやつ出してくれるんですかね。いや、まあ可能性はあるな。まあ視聴者の声みたいな感じで言ったらいけるかも。この前ちょうど ESR のイベント行ってきてさ、初めてオフラインイベントあったんだけど、まあ担当の人はさ、ちょうど来てなかったんだけど、その ESR の人とちょろっと話したね。カッターではなくダンちゃん使うんだ。ダンちゃん持ってない俺。買ったこともない。緑の段ボールカッターの方が個人的には好きかも。カメラ保護フィルムいらんかな。カメラ保護フィルムは今回どうだろうな。eSIM 怖い。パスワード系何も覚えてない。そっちか。怖いってセキュリティ的にじゃなくて自分がパスワード覚えてなくてちゃんとできるかってことか。切って iPhone 予約できた投稿見てたけど複数台買ってる人結構多かったね。11から17プロいいね。見た目が変わった点。そっかそっか。11懐かしい。俺も YouTube で初めてレビューしたの多分11で iPhone 11プロかな。懐かしすぎんな。その時はチャンネル登録何人だったろう。1万人いってなかったかな。 iPhone の発売日楽しみ。楽しみだな。モフトのムーバスはねちょうど今あります。カメラ切ってた。そう昨日もこれ話したんだけど、
まあ、こういうムーバスみたいな全部色付き、こういうのが一番いいんじゃねっていう話になった、昨日は。これ普通にいいよ、レザーケース。またレザーケースはちょっと欠点があって、これ落とした時にガリッといくんだよね、ケースが。一回アップル純正のレザーケースをさ、 iPhone5S の時に買って使ってたんだけど、自転車からこう落として1日2日でガリガリになったわ。モックはいつ頃出回りますかね。モックって出回るの？シリコンもめくれてくる。シリコン最近使ってないね。でも昔より進化してるよね。昔のシリコンってもうホコリベッタベタ、ホコリをめっちゃ吸着してたけど、最近のはさ、なんかいい感じのコーティングになってて、そんなこともないよね。トーラスのケースってどうですか？トーラスのケースもいいよ、普通に。あ、わかる。めっちゃわかる。あとスタンド付き。眠くなってきた。あと3分ぐらいで終わるか。AirPods Pro 3待ちきれないで夜しか眠れない。いや、俺も眠い。最近寝不足だ。無印最強アップグレードだけど、見た目16と同じでときめかない。まあちょっと明日、あれだな、おすすめアクセサリー動画とか撮りたいな。じゃあこれわかる。やっぱ見た目新しくなってないとね。それ気になるのはやっぱり ESR かな。どれだろう。買うだべ？何買うだべって。モック、あれか。モックここで買えるってこと？モックってどうやってこれはもらった。ちゃんと寝てください。いや、今日はね、ちょっと寝たい。最近さ、なんか年取ったって言ってもまだ若いんだけど、年取ってきたからなのかさ、睡眠の質が昔と比べて悪くなった気がするんだよね。昔はもう夜中起きたりするから、最近。昔トイレで起きなかったもんね。ちょっと病院行ってさ、ちゃんとまこなり社長行ったけどさ、睡眠に悩み抱えてる人は睡眠外来行ってちゃんと睡眠整えた方がいいらしいよ。17プロ、16無印を整備品待って買うのか、17無印を今買うのか、どっちがまゆみさん的にいいと思いますか？いや、絶対17無印。もうこれ圧倒的。もう別物だから、120Hz は。しかも、性能もバッテリー持ちも今回全然違うからね。今から16買うっていう選択肢は確実になし。ケースか。シャエス。後でちょっと調べてみよう。コピーテキスト。寝るとき音楽とか聞きながら寝ますか？寝ないじゃないや。聞かない。もう普通に無音で真っ暗じゃないと寝れない。でもあれだ、睡眠 BGM とかはたまに流すかも。全然寝れないときは。あとあれだな、今ロールカーテンにしててさ、ちょっと光入ってくるから、それもあるかも。朝、真っ暗じゃないんだよね、起きるとき。まあ夜9時に寝て、本当は夜9時に寝て朝6時とかに起きる生活したい。で、朝6時に起きて筋トレして、みたいな。そういう最高の生活習慣手に入れたいけど、最近はやばい。アップルのイベント見るとね、毎回生活習慣来るからね。メラトニンってサプリとかあんの？無印最強、そう。真っ暗派です。真っ暗がいいよ、やっぱり。だからカーテンね、普通のに戻そうかなと思ってんだけど、そう。スイッチボットからさ、ロールスクリーンが出たのね。電動の。それ買ったんだよ。で、それ1個25,000円するんだけど、俺んち結構まだ多くてさ、4つ買ったのね。1、2、3、4。そう。で、10万円かかってんだけど、それをどうしようかなっていう。スイッチボットカーテン普通の横スライドのやつが最強だなって思った。ロールスクリーンは光漏れ系になる。AirPods Max ってどうなんですか？ AirPods Max 持ってるけどいいよ、普通に。音いい。ただ H1 チップだからそこだけ欠点。一般ユーザーはプロ不要。
確かに。まあでもカメラ望遠欲しい人はいいと思うけど。16 Pro 持ってるのに17買うのはもったいないですか？もったいないな。別にいいとは思うんだけど、別に今買う必要なくないって感じ。あと5倍レンズなくなるし。200g 超えた時点で検討がいや、確かにプロ重いんだよね。アップルウォッチでも睡眠トラッキング機能あるよ。今回から睡眠スコアも見れるようになった。これが30歳の睡眠の壁なんですかね。いや、そうかもね。20代前半の時はめっちゃ寝れた気がする。ただカーテンの可能性もある。AirPods Max 2いつ出ると思いますか？いや、そろそろ出てほしいけどね。前回いつ出たっけ？前回3月だよね。確か AirPods Max って出たの。だから来年の3月とかに出てほしい。てか AirPods Max でちょっと言いたいことがあるんだけどさ。俺、最初 AirPods Max ライトニングだと専用のケーブルを使えば有線接続できたじゃん。で、USB-C モデルが出た時にそれがなかったんだよ。で、なんか誰かが公式に聞いたのか Twitter で見たんだけど、誰かが公式に聞いてその機能は省かれたので今後追加される予定もないですみたいな記事を見たのね。あ、そうなんだと思って USB-C 発売された後にライトニングモデルを買ったんだけど、その買った1週間も経ってないよ。ほんと3日後ぐらいにさ、急に USB-C でなんだっけ、ロスレスオーディオ聞けますみたいな感じになってめっちゃショックだった。悲しかったな。メルカリはすり替えとか怖い。確かに。たくさん動画出してくれてありがとうございます。そう。めっちゃね、頑張ってる。ちゃんと寝てく。モックはこれ読んだね。動画が多めでゲームを少し駆使するぐらい。まあ、iPhone 安定よ。iPhone。17のケースでもう店頭販売してるらしいよ。なんか。発表前に販売してたらしい。店舗でも。電源タッパー最近紹介したアンカーのやつ。巻き取り式ケーブルが入ってるやつ。あとは、そうだ。あとエレコムのやつ。これいっぱい刺せる。どの向きでも刺せるやつじゃなくて普通のやつ。ガジェットポーチの中身ちょっとやりたいなって思ってるね。でもガジェットポーチ充電ポーチだ。俺一回充電ポーチやった。旅行時のガジェットポーチみたいなショート動画で。でも俺物少なくしたい。できるだけ物少なく出かけたい派だから尺無理。10分とかショート動画じゃないと間が持たない。まあちょっとそれ撮影用のやつとかも入れたらちょっといけるな。ガジェットポーチちょっと作るか。じゃありです。それ考えとく。結構ね、物は厳選されてると思うわ。いろいろ試しているやつだけ残して。ハングプラスとか爆上がりですよね。24キロゴールド関連。それで思い出したけど最近メタプラでめっちゃやられたわ。もう多分みんなが想像してる何倍もやられて、それがさ、ちょうどiPhone の発表日だったんだよね。もうそれで iPhone の発表めっちゃ嬉しいけど、そっちでちょっと気分がみたいな感じだった。裏側は損切りした。全部16 Pro 買ってから6ヶ月で203回。結構したね。でもそんなもんか。でも6ヶ月で200は多いな。ぶっちゃけ一般人追加で2万払ってプロにする価値あると思いますか？一般の人でも写真撮るのが好きだったら全然いいと思うよ。あとゲームめっちゃやるとか。ゲームとカメラ両方やるんだったらありだと思う。1000万ぐらいやられたんすか？想像に任せますよ。それ以上かもしれんし、それ以下かもしれんし。アップルの店舗に今何の商品並んでるの？ iPhone や Watch はどのシリーズがある？アップルの店舗には前のやつでまだ iPhone17 シリーズはない。今回発表されたやつは。eSIM にしてから機種変するのがいいのか、機種変の時に eSIM するのがどっちでもいい。
ただ iOS26 にすると、データ移行になった後に eSIM に切り替えますかみたいなの出てくるから、それでやればいいと思う。まあちょうどね、それ今日動画出したんで。eSIM にしてからじゃなくていいと思う。ゲームやりすぎて写真容量ゼロにしても400から500使ってます。ちょっと明日はね、明日は縦型で配信しようかな。それ切り抜いてちょっとショート動画量産したい。ケミックスさんこんばんは。もう終わっちゃう。もうすぐ終わっちゃう。あ、そう。結局投資信託がいいよ。俺がね、ちょっとみんなにね、最強の投資方法を教えてあげる。無料で。結局一番いいのが、一番いいし安定なのが、今の自分の資金、例えば、100万円あったとしたら、それを20分割して、もっと安心感欲しいんだったり、40分割して、それを毎日積み立てする S&P500 で、プラス 1% になった時で売る。投資信託って言っても、ETF で、毎日買ってって、プラス 1% になったら利確するっていうのを永遠に続けるのが、最強投資だと思ってる。で、今はそれを実践してます。ぜひ参考にしてください。変な、個別株は絶対買わない方がいい。夢あるけどね。夢あるけど、爆損するから。もう37分じゃん、確かに。無印購入検討してくださいね。っていうか、そういえば株配信やるみたいな話前やってたけど、結局やってないね。寝ますかね。S&P は今いいよね。ずっといいよね。今後下がったとしても、結局さ、そういう投資信託だと詰め合わせじゃん。詰め合わせで永遠に下がっていくことってあんまないから、一旦リバウンドするからさ、積み立ててって、例えばね、ちょっとこのマウスカーソルで説明していくけど、チャートってこうなるじゃん。ギザ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 ってなっていくじゃん。で、天井で買ったとしても、下がって買って買って買ってってなると、この中間じゃん、買われたのが。で、そこで半分ぐらいリバウンドするから、ここでプラマイゼロで売ってもいいし、ちょっと上がったタイミングで売ってもいいしみたいな。そうやっていけば下落トレンドだったとしても、大きくマイナスにはならないんじゃないと思ってやってます。投資信託より俺は ETF をおすすめするのはなんでかっていうと、 ETF は好きなタイミングで売却できるんだよね。投資信託って翌日の夜の価格で約定されるから、それめっちゃ良くないよね。次の日暴落したらマイナスになっちゃう時もあるし。ということで2558を買ってください。みんなやべ、めっちゃ急に眠くなってきたから、そう仮想通貨やってない。昔ポイントで持ってるぐらいかな。そんな持ってないんだから。投資信託でもそうなの？何？一歩テックって即日売却。それどういうこと？一瞬で売却できるってこと？例えば2時半に売却しようとしたら2時半に売れるの？まだ14使ってます。14か。14買い時だね、そろそろ。結構株やってる人多いよ、最近。約定日が当日という意味です。当日の夜の価格でってこと？ペイペイボーナス運用とかも3年ぐらいほっといて40万超えた。強っ。そういえばね、なんだっけな。楽天の資産運用みたいなやつあんじゃん。それにポイントを昔10ポイントぐらい、なんか余ってる10ポイントを入れたら、今なんだっけな、プラス 133% とかなんかそんな感じになってたわ。2円ぐらい増えてた。2円じゃ 10% か。でもそんな感じになってたわ。株配信やってほしい。やりたいけどな。やりたいけど結局 S&P だけのにしようと思うからさ、
まあ、特にする作業もないっていうね。誰でもすぐに株ができる時代。そうよ。誰でもすぐに株ができるし、誰でもすぐに資産ゼロになる時代だから。ミスったら。3月に親に買ってもらって14だよ。いいね。少し17でもいいのかなって思ってしまっていて。ポジティブなアドバイス。でも Apple Store で買ったんでしょ？ Apple Store で買ったんであれば、まあ、プロ使って無印でもいいかなってなったら、ね、まあ、無印も買って、プロ返品してもいいし。チャンネル登録ありがとう。ということで、今日はこの辺で寝ます。明日はね、縦型でやって、ショート動画量産するので、ぜひ、明日も質問攻めしてください。今日コメント読めなかった人はね、また明日コメントしてもらえれば読むので。ということで皆さん、おやすみ。ライブまた来ます。ありがとう。ゆっくり休んでください。ありがとう。お疲れ。明日も行きます。ありがとう。お疲れ様でした。Thank you。US20、インデックスとか SP500 ゴールドとかおすすめ。なんかね、なんだっけな、なんか手数料がかかんないのがあるんだよね。SBI 証券で。それでやってる。で結局 S&P500 が安定だから、それでやってます。ということで皆さん、おやすみ。